皆さんこんにちは。猫とシニアの暮らし、ルルです。ダイエットを頑張っていてもぽっこりお腹が気になる、何をしてもお腹が引っ込まない、そんなお悩みありませんか？今日はぽっこりお腹が最後にしか痩せない理由と気持ちが楽になる考え方を50代で16キロ痩せた私の体験をもとにお話しします。最後まで聞いていただくとダイエットを無理なく続けられるヒントがきっと見つかると思います。家事の合間や通勤中にぜひ聞き流していただけたら嬉しいです。突然ですが、皆さんはダイエットをしていて顔はちょっと痩せたのにお腹だけ全然変わらないって思ったことありませんか？やっぱり腹筋をやらないとダメかな、私だけ変わらないんじゃ、そんな風に落ち込んだりしたことありますよね。私もダイエットを始めた頃ね、鏡を見るたんびになんでお腹の贅肉が減らないんだろうと毎日不安になっていました。これって努力が足らないのかなって自分を責めてしまったこともあります。同じように悩んだこと皆さんも経験ありませんか？でも安心してください。ダイエットをしているとね、見た目では顔の変化って分かりやすいですよね。あ、変わってきたかも、なんかこの辺ほっそりしたって感じる瞬間があると思います。でもね、お腹だけはなかなか変わらなくて、それって実はとっても自然なことなんです。顔やね、手足は血流が多くって変化しやすいんですね。それに比べてお腹は血流が少なくってホルモンの影響もあるし、女性の場合は脂肪が落ちにくいんですね。特に私たち50代以降は代謝が落ちて脂肪も落ちにくくなります。これって私だけと思った方大丈夫ですからね。ちなみに男性は内臓脂肪型のぽっこりお腹になりやすくって、女性は皮下脂肪が多くてお腹や腰、お尻、太もも、二の腕などね、気になる場所に脂肪がつきやすい体質なんです。皮下脂肪はね、内臓脂肪よりも落ちにくいって言われているので、私たち女性の場合は変化がゆっくりで時間がかかるのは自然なことなんですね。お腹痩せとか足痩せというような部分痩せは基本的にはできないと言われています。だから全体を整えながら焦らずダイエットを続けることが大切です。変わらないと思うんではなくて、変わるのに時間が必要と、そう思うだけで焦りがぐっと楽になります。そして実はぽっこりお腹の原因は姿勢の癖が関係している場合もあるんですよ。この後すぐにできる簡単な姿勢改善法もお伝えしますので、皆さんぜひチェックしてみてくださいね。今ね、姿勢と聞いてドキッとされた方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ここで少しご自身の姿勢を振り返ってみませんか？チェックするポイントは3つです。鏡の前で確認するのもいいです。1、スマホを見るとき首が前に出ていませんか？ 2、背中が丸まっていませんか？ 3、腕が前に出てしまう巻き肩になっていませんか？うわー、全部当てはまるかもと思った方も安心してくださいね。すぐにできる簡単な姿勢改善のコツを2つご紹介しますね。まず1つ目です。肩の力を抜いてまっすぐ立ちます。そしたらね、両腕を前からずっと上に上げていきます。少し伸びをするような感じですね。そのまま腕を真横に下ろすと、真横というのは太ももの横ですね。自然に良い姿勢になっているはずです。わかりにくいなという方はこれを2回から3回繰り返してみてください。1、2、3、4、5、6、7、8、こんな感じですね。これを気づいた時に繰り返すと
肩周りのストレッチにもなるのでおすすめです。肩に痛みがある方は絶対に無理なさらないでくださいね。これを1日に何回か気がついた時にやっていると、姿勢が前かがみになってたっていうのも直せるので、意識してこの背伸びをやってみてください。そうすると自然とね、お腹がへっこむのがわかりますよね。力を抜いて立っているとお腹がぽっこりになってしまいます。これだけでも十分姿勢がきれいになったと思うんですが、もっと上を目指したい方は2つ目も試してみてください。この1つ目の後に胸椎を胸のこの辺りですね、これを斜め上に伸ばす気持ちで上に伸ばしてみてください。自然にウエストからお腹にかけて姿勢が整いやすくなります。ただしここで胸を張りすぎると反り腰の原因になるので注意してくださいね。このね、姿勢をするときにお腹に軽く力が入ると思うんですね。胸椎を上げるとお腹がへこんで背筋が伸びます。これ続けているとね、立派な筋トレになります。お腹を触ってみて、少し硬くなってるかなと感じられたら、それだけでちゃんと腹筋に効いている証拠です。普段どうしても私たちは腹筋を意識することって忘れちゃいますよね。なのでお料理の合間やエレベーターの中や信号待ちの間など、ふっとお腹に力を入れてみるゆるい筋トレをおすすめします。イメージはね、お腹を薄くする気持ち。これならね、無理なくコツコツ続けていけると思います。そしてもちろん姿勢だけでなく、日々の食事にも目を向けてみることも大切です。私の経験で大きな変化を感じたのは、まず自分が何をどれだけ食べているかを知った時でした。食べ物を記録すると、こんなに私食べてたんだと気づくことができます。皆さんは普段何をどれくらい食べているのか言えますか？私はダイエットを始めた2000年の4月からずっと食事記録を続けていて、アスケンというアプリを活用しています。これは栄養バランスやカロリーを自動計算してくれて、食生活の振り返りに役立っています。もちろんアプリを使わなくても大丈夫です。ノートやメモ帳、日記などに食べたものを一度書き出してみるだけでも、これじゃ痩せないかもと気づくことがあります。またね、スマホで毎回のお食事をね、写真に撮るだけでも記録として残っていくので、それを見返すだけでも効果がありますよ。こうしたやり方をね、レコーディングダイエットっていうんですが、これはね、簡単に始められて続けやすくて意外と効果があるのでおすすめします。私は体重が10キロ落ちた時、それでもね、下腹だけはやっぱりぽっこりのままでした。でもある日、背中とかね、首の後ろの脂肪がね、いつの間にか知らない間に落ちてるのにね、気づいたんですね。ここの背脂と贅肉なくなってる、もしかして痩せた、やったーの瞬間でした。お腹にばかりね、目がいってへこんでましたが、体がね、ちゃんと少しずつ変わってたんですね。変化は少しずつでも必ず訪れます。だから大丈夫ですよ。もちろん私もね、お腹全然ぺったんこじゃありません。もう相変わらずぽっこりしてます。でもね、姿勢や食事を見直したことで体が軽く感じられるようになりました。だから日常の動きもね、随分楽になりました。ダイエットを頑張っていたら、あなたの体も必ず少しずつ変わっていきます。体重という数字だけじゃなくって、姿勢や動き、それからね、食べるものもきっと変化していくと思います。今日も私頑張ってるなーって自分をたくさん褒めてあげてくださいね。完璧じゃなくても大丈夫です。昨日より少しでも前に進もうとしているあなたは十分偉いんです。この動画がダイエットやぽっこりお腹に悩んでいる方のヒントになれば嬉しいです。よろしければチャンネル登録や高評価で応援していただけると、これからも一緒に頑張る励みになります。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。
今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。